今日はこういう、カラマツ2本苗木の植え替えと針金掛けをやりたいと思います。この苗木、この前、盆栽大野さんで、買ってきた山鳥の、カラマツです。苗木はだいたい、北海道とか寒いところの、自生しているものが、こちらの方で出回っているみたいです。やっぱりそういう寒いところで山取りされたものの用土は、団地ではなんかうまいこと、管理できないところがあるので、まずはこういう苗木を買ってきた時は、植え替えをしています。時期は今まだ1月ですから、一番寒い時期ですから、あんまりやらない方が本当は良くて、だいたい芽動き前の、2月下旬とか3月ぐらいにやるのが一番いいよかろうと思いますが、前倒しで今のうちにやっていきたいと思ってます。カラマツ芽出しが綺麗で、私もたくさんじゃないけど好きで持っております。こういうのとか、こういうちょっと大きめのやつとか、ひょろっとしたやつなんか持ってまして、これも全部多分山取りなんですけど、すごい曲がりやすいんですよね。画像検索したらやっぱ北海道寒いところでこう直感で、シュッと生えてるやつがよく見られるんですけど、もともとは日本アルプス山地の方の高山の植物だそうで、だから樹形も直感ばかりではなくて、環境によって左右されて、標高が高いところになったら小型化したり、ねじれたりとか県外になったりとか、だからいろんな樹形になるそうなので今日は針金ちょっと幹の方かけられるやつはかけちゃおうかなと思います。ちょっと植え替えか。上の間がやっぱね強くなっていくんで、こういうのはちょっと積んで下間に元気がいくように、この木はこれでいいかと、これもそうですね、これもまあいいや、やることないかな。ちょっと枯れた枝なんかあったら切りますけど、とりあえずこれでいいと思います。次、これちょっと大きめのやつですね。この間枯れてるんですよね。シワシワになってる感じするので、もう切ってもこのとこね水分上がってないんで枯れてるというので、長めに切り戻した方が良かったけど、ちょっとこれはまあいいか。これでいいです。と同様にやっぱり枯れてるなと思うのあるので、切り残した枝なんか切ってよしとしよう。あとここ二股のところで切り詰めてみたりなんかして軽くやっときます。もうちょっとここまでいくか。ここまでいこう。はい、これはこれでいいんです。優しく作って終わりな感じです。で、本丸の苗木の方ですね。本かな。移動。感じと、これもでも足元に曲があるの探してきたんですよね、できるだけ。なんで見せられるところは見せたいと思いますんで、ちょっと払って確認。ここを曲げたいからこっちで根があるので、そこを潰さんように。ちょっと長かったな。よいしょ。枝の方にかけまして、よいしょ。軽くかけときましたね。これでいい。ちょっと針金巻いといたので植え替えしてみます。よいしょ。抜いてみましょうか。まだ苗木として抜いたばっかだと思うんで、そんな回ってないと思うんですけど、日本アルプスの方に自生があるということで、用土はそっちの方だと、火山礫ですね。そういう火山性の水はけのいい土に、植えて育てるといいみたいですね。うちの団地だとやっぱりどうなんだろうな、
水やりの具合とかにもよりますけど、やっぱこう赤玉メインで植えた方がやっぱり育てやすいみたい。赤玉オンリーで植えてる人もいるので、私もそれに倣って、赤玉主体のものを植え替えたいなと思います。あと根も別にそんなに、切らなくていいと思うんですけど、やっぱ長すぎるやつは切ってしまおうかなと思います。長いやつですね。鉢に収まらなくなっちゃうんで、こういうちょっとやつですね。あとはこれもいらない。こんな土に植わってました。軽石みたいなやつでした。太い根がこれはありますね。この辺は見せられそうですね、将来的に。この部分いきなり出さないですけど、徐々に出していきたいなと思います。足根あったんで、これは根が根の分岐あるところで切っちゃおうかな。このくらい、ちょっと切りすぎたかな。このくらいにしてやろうと思います。よしと、力やろうかな。はい、これからやろう。こっちを前にしようかな。これだと少しね余裕あるので、こういう感じで、植えたいと思います。となると、もうちょっと切らないと入らないんだよな。この太い根っこがあるんですよね。これちょっと申し訳ないけど、これ切るか。よし、あとはしまう感じにしよう。よいしょ。これね、この鉢表裏あるか、こっちにして、この土入れて、ここにある夏化専用の菌根菌まだ残ってるんで、これちょっと使わせてもらって、これちょっと使わせてもらって、これなんだ、少しねちょっと丸めて、こんな感じですね。どうしたで、土を入れまして、細かい化粧土入れて、はい、これで水苔のっければとりあえずよくて、針金はこれからかけますけど、まだ植え替えたばっかりなんで、もうちょっと落ち着いてきたからでもいいかもしれないですね。よし、暗いな。暗くない？気のせい？あ、これ私がさ、ちょっと待って、次はこれか。よし、これも元気なんで、よいしょ。はい、植え付けはこちらの根の松鎌使いたいと思います。丸めて、ここに収まるサイズにまとめて、よし、これで植え付けます。よし、根菌入れて、スポット入れて固定できそうです。ここにグッとやって引っ掛けて、こっちももう U 字にして引っ掛けます。で、下から引っ張ります。下から引っ張ってちょっとねじります。これでしっかり固定できましたんで、はい、ちょっと伸びた根だけ切らせてもらいますね。よし、はい、これ県外にできるか。もうちょっとこれは倒してちょっと県外っぽくしようかなと思うんで、少しこういう風に、よいしょ。これはまだ、植え替えしたばっかなので、細かいところはまた落ち着いてからやりたいと思います。ということで、カラマツの植え替えと針金掛けをやりました。こっちはちょっと
県外にしよう、ゆくゆくは県外にしようと思ってちょっと厳しめに、厳しめって言ってもそんな柔らかいのでそんなに、枯れたりとかはしないんですけど、ちょっと畳んでゆくゆくもっと下げて県外にしたいと思います。こっちは少し根が良かったので根を生かして優しめに、やってみることにしています。はい、建材として植林されてるやつはやっぱり直感の、ズンとしたやつですけど、鉱山の方ではやっぱり五葉松みたいな感じで、わい性化したりねじれたりして、生えてるものが、あるそうですので、それに倣ってしっかり曲げるっていうのも、面白いかなと思います。ただ私の好みとしてはシュッてしたやつが好きなので、そういう利権が多いんですけど、曲げられそうなやつはこういう風にしてみました。カラマツ、曲げられるし、花みたいな芽も綺麗なのでぜひゲットしてください。